はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、デンマークの高級オーディオブランドであるバング&オルフセンから2022年4月22日に発売となりましたベオプレイ EX。こちらのですね、ファーストインプレッションレビューをやっていきたいと思います。バング&オルフセンの完全ワイヤレスイヤホンってこれまでもですね、ベオプレイ EQ だったりとか出てたんですけども、私のチャンネルだとちょっとですね、結構値段が高いということもあってレビューできていなかったんですけども、今回ついにですね、購入をしてしまいました。お値段なんとですね、39,900円ということで、ほぼ4万円の価格となっていて、私のチャンネルの中では一番ですね、高価な完全ワイヤレスイヤホンになります。せっかくですね、高級なですね、完全ワイヤレスイヤホンを買ったので、最近はファーストインプレッションレビューってやってなかったんですけども、せっかくなんでですね、高級イヤホンをですね、開封するとこから皆さんにですね、お見せしたいなということで、今回ですね、久々にファーストインプレッションレビューをやっていこうと思います。今回ですね、ファーストインプレッションレビューということで、スペックなどのご紹介から外観のチェック、それからちょっと使ってみてですね、どんなもんかっていうのをご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、ベオプレイ EX のファーストインプレッションレビューやっていくんですけども、まずはですね、スペックや価格を簡単にご紹介したいと思います。こちらはですね、ノイズキャンセリングにも対応していまして、外音取り込みにももちろん対応しています。で、ワイヤレス充電にも対応ですね。片耳のイヤホンのみでの使用も可能となっていまして、片耳で使用したときはモノラル再生になると思います。マルチポイントにも対応しているという部分はとてもいいポイントですね。Bluetooth のバージョンは最新の 5.2。対応コーデックは公式ウェブサイトだと SBC、AAC、aptX Adaptive となっています。ただこちらですね、aptX だけに対応しているスマホなんか使っているときは aptX で聞くことができると思いますので、そちらは安心していただければと思います。ドライバーサイズは 9.2mm のドライバーが搭載されているようですね。充電時間はイヤホン本体が 1.5 時間、充電ケースが USB-C で充電したときは 1.45 時間、ワイヤレス充電時は約 2.15 時間となっています。イヤホンケースで20分間充電した場合は、最長で 1.75 時間使用可能ということになってますね。バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時は最大6時間、ノイキャンオフ時が最大8時間、イヤホンケース併用で最大21時間の再生が可能となっています。こちらですね、もうちょっとノイキャンオン時にバッテリー持続時間長かったら良かったですね。カラーなんですけども、今回ご紹介するですね、こちらの青と黒みたいな色と、あとゴールド、それからブラックとですね、3種類のカラーとなるようです。この4月に発売したのがこちらのですね、今回ご紹介する、青黒みたいな色になっているんですけども、ゴールドが5月、ブラックが6月ということですね、順々に発売されていくということのようです。イヤホン防水角は IP57 となっていますので、水洗いもできるようなですね、防水性能を備えているというのはとてもいいポイントです。で、充電ポートは USB-C。で、保証期間は2年間となっています。高級品ですのでね、やっぱり1年間だとちょっと心配だなって思う方もいらっしゃると思うので、2年間ついているっていうのはいいポイントですね。ちなみに公式ウェブサイトから購入すると30日間のですね、返品保証もあるみたいで、一回購入してみてですね、ちょっとダメだなって思ったら30日間だったら返品できるようですので、その辺の制度もですね、活用していただけるといいかなと思います。その他としましては、専用アプリによる、ファームウェアアップデートとかですね、イコライザ設定にも対応しているようですね。こちらは後で見ていきます。あと Google ファストペアにも対応しています。価格なんですけども、最初にですね、ご紹介しました通り、39,900円となっていまして、ほぼですね、4万円の価格帯となっていて、めちゃくちゃ高級なイヤホンの一つとなっています。はい、ということでですね、早速開けていきたいんですけども、パッケージこんな感じでフィルムに包まれていますね。はい、開けていきます。こんな感じでフィルムはですね、ちょっとカッターで切らなきゃいけないですけど、こんな感じで開けられまして、そしてここですね、パカッと、はい、こんな感じで開きますね。イヤホンケースがですね、こんな感じで収まっています。箱もですね、しっかりした作りになっていまして、こちらですね、裏にスポンジが入っているので、高いイヤホンですけども、輸送中にですね、傷つくって心配もあんまないんじゃないかなと思います。で、イヤホンはこんな感じですけども、とりあえず中身、付属品見ていきますかね。この辺はみんな紙で作られているようですね。はい、でまず書類がこんな感じで入っていまして、Dear Music Lover と入ってますね。クイックスタートガイドが入っています。こちらは説明自体は英語になってますけど、図なんかも結構書かれているので、分かりやすいんじゃないかなと思います。こんな感じですね。そしてこれが注意事項の書類となっています。そして付属品ですね。開けていくと、乾燥剤みたいなものと、こちら USB-A と USB-C の
ケーブルが入ってます。ちょっと長めですので実用的なんじゃないかなと思います。ケーブルにバンガードオルフセンのですね、ロゴなんかが入っていて、この辺もこだわってますね。そして、こんな感じのイヤーピースが入ってます。XS、SL とコンプライのですね、ウレタンタイプのものが入ってますね。M サイズは多分イヤホンにくっついてるのかなって感じがします。シリコンタイプのイヤーピースもかなり硬めのイヤーピースですね。他の完全ワイヤレスイヤホンに比べると硬めですので、しっかりしてるなって印象があります。硬いのがですね、装着感にどう影響してくるのかっていうのはですね、後で見ていきたいと思います。部品はこんな感じですね。そしてイヤホンケースがこんな感じです。目立ちにくい感じでバンガードオルフセンと書かれている。これかっこいいですね。で、質感もかなり金属感があって、ひんやりした感じですね。高級感ありますね。前面にこちらインジケーターが1個ついていて、裏には USB-C の充電ポートがあります。下の面に行きますとこんな感じになっていて、ここだけ若干素材が違いますね。ここからワイヤレス充電することになると思うので、この素材がワイヤレス充電に向いてるのかな？こんな感じになっています。サイズ感的には手のひらの上に置くとこんな感じ。ちなみに AirPods Pro のケースと比べるとこんな感じのサイズ感ですね。一回り Beoplay EX のが大きいかなって感じですね。厚みはこんな感じですね。あとソニーの WF1000X Mark IV のケースと比べるとこんな感じのサイズ感になっています。こんな感じですね。ポケットの中にも入りそうですけども、若干大きめですので、バッグの中に入れる方がいいのかなと思います。後でサイズとか測定していきたいと思います。ケースを開けてみると、こんな感じでイヤホンが収まっていて、かなりキラキラしていてかっこいいですね。最初ここにですね、ペラペラのシールがついているので、これ剥がしておきますかね。確かここがガラスになっているとなっていて、めちゃくちゃ輝いていて、高級感ありますね、これ。やっぱり4万円ぐらいするイヤホンですので、この辺ですね、いいですね。かっこいいです。裏は特にシールついてないですね。こんな感じにイヤホン収まってまして、なんか斜めにですね、こんな感じで収まってますね。ケースとイヤホンのマグネットの強さも確かめていきます。ケースはですね、外れなそうですね。ただイヤホンはちょっと外れちゃいそうな感じはしますけど、こんな感じかな。ちょっと落としそうで怖かったですが、思いっきり振ると外れてしまうぐらいですので、イヤホンケースですね、開けたまま思いっきり振ることはないと思いますけども、そういうのはしない方がいいかなって感じですね。イヤホン本体を見ていきますと、先ほども少しお見せしましたが、めちゃくちゃ高級感があってかっこいいです。スティック型のイヤホンになってますけど、このスティック部分とかは、普通のですね、プラスチックよりかは質感なんかもですね、少しマット寄りになっているので、悪い感じはしませんけども、この部分だけ見るとそんなに高級感あるって感じではないですね。裏に行くとこんな感じで、イヤーピースを外してみるとこんな感じになっていて、通常の円形ですので、サードパーティー製のイヤーピースも付けることが可能だと思います。この辺なんか切れ目なんかがあって、これはどういう構造なのかちょっとよくわかりませんが、ちょっと不思議な形をしていますね。AirPods Pro と比べるとこんな感じですね。長さ的には若干 Beoplay EX の方が長いですかね。こんな感じになっていて、スティックは AirPods Pro よりも太いですね。で裏に行って比較するとこんな感じ。ちょっと角度が違うかな。似たような感じですね。この頭の部分が若干大きいような感じがするので、ここですね。耳に入れた時にどんな感じになるのかっていうのを見ていきたいと思います。外観的にはどうですかね。前回の Beoplay EQ の方が高級感はありそうな感じしますけども、私ちょっとそちらは買えませんでしたが、こんな感じの外観になっています。はい、それでは重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量となります。65.6g となりましたね。通常のイヤホンよりはちょっと重いかなっていう感じはしています。イヤホンケースの表面ですね、金属感あってちょっとずっしりとしたですね、素材で作られているっていうのでちょっと重たいのかなって感じですね。イヤホン本体は両耳で 13.0g ということで、片耳 6.5g ぐらいとなってますね。こちらも完全ワイヤレスイヤホンの中だと若干重ためですね。通常 5g 台ぐらいが多いので、少し重ためなイヤホンになってます。そうしましたらサイズも測定していきます。まずイヤホンケースの縦は 48.3mm となってます。ケースの横は 66.5mm ですね。ケースの厚みは 28.5mm となっていて、3センチ未満ですので、厚み的にはポケットの中に入るかなと思うんですけども、若干サイズが大きいなって感じはするので、バッグの中に入れる方がいいのかなって感じがします。そうしましたらイヤホン本体のサイズなんですけども、まずは耳の中に入る部分ですね。この縦の部分は 15.6mm となっています。で耳の中に入る部分の横ですね。20
6.9mm となっています。厚みは 17.9mm となっていて、若干分厚いですかね。ちょっと耳から、当然このスティックの部分ははみ出るんですけども、はみ出る感じになると思います。スティックの長さも測っていきますが、この根元から測ってみると 18.9mm となっています。20mm ないのでめちゃくちゃ長いっていうわけではないですけども、若干長めになりますかね。ノズルの長さはだいたい 6.9mm、7mm ぐらいとなっていますね。ノズルは短いのでそんな耳の奥にブスって刺さる感じじゃないのかなと思います。はい、そうしましたらスマホとですね接続して使ってみたいと思います。こちら Google ファストペアに対応しているみたいなので、私のスマホですね Android ですので、開けると表示が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか？出ましたね。こんな感じで表示が出まして、簡単に接続することが可能です。はい、接続するとですね、バング&オルフセンのですね、アプリ、あらかじめ入れておいたので、こんな感じで立ち上がるみたいですね。アプリはそのままですね、バング&オルフセンというアプリとなっています。こんな感じみたいですね。最初は登録しなきゃいけないみたいですね。登録してみます。はい、Google アカウントですね。そのままいけたので、そのままいきますけども、こちらは登録しなきゃ使えないみたいですね。承認と。で、新しい製品を追加するとやって、EX と打つと WebPlay EX 出てきたので、こちらから行くみたいですね。つながるとこんな感じになるみたいですね。で、設定と。名前はそのままでいいですね。チュートリアルができるみたいですので、一応やってみますね。右1回タップで再生一時停止。音量を上げるには長押しですね。音量を下げると左長押し。左1回でノイキャン。10日って書いてありますが、外音取り込みですかね。で、ニュートラル。ノイキャンも外音取り込みもオフの切り替えができるみたいです。で、電話を受けるのを1回、2回で通話すると。で、通話中にノイキャンやオンボイスと書いてありますけど、多分即音機能ですかね。と、ニュートラルを切り替えることができるという感じか。セットアップ完了しましたということで。はい。ということで、アプリですね、最初のセットアップ終わりましたんで、アプリでできることを見ていきたいと思います。まず、右左のバッテリー残量ですね、がわかるのと、音量の上げ下げがアプリからも操作できると。再生一時停止と、次の曲、前の曲がアプリからもできるってことですね。このアプリからやる必要は特にないと思いますけど、この辺の操作ができます。で、ノイキャン10日ってなってますけども、外音取り込みですね。この辺のレベル変えれるみたいですね。ノイキャンのレベルも1、2、3と3段階で変えられるようですね。で、ニュートラルとなっています。これがノイキャンも外音取り込みオフの時ですかね。で、こちらはですね、アダプティブノイキャンが使えるようですね。周囲の騒音によってノイキャンの強さを変えてくれるっていう機能ですね。こちらによって変にですね、ホワイトノイズが入ったりとか、バッテリー性能をですね、あまり使いすぎないとか、そういうこともできる機能ですね。で、リスニングモードとして、こちら、ノーマルかな？ちょっと日本語はなんか若干おかしいですけども、スポーツ、コミュート、クリア、ポッドキャストとあって、こちらでイコライザーですね、プリセットが4つ、ノーマル含めて5つですかね、があるのと、イコライザー設定がこんな感じでできて、こちらはゼンハイザーのイヤホンみたいな感じで、この円をですね、動かしてこんな感じで自由に設定することができるみたいです。他のイヤホンみたいに高音域、低音域をですね、自由に動かすって感じじゃないので、細かい設定なんかはしにくいのかなって感じがします。直感的に動かせるっていうのはとてもいいポイントだと思いますけども、自分で細かく設定をしたいっていう方にはちょっと向かないのかなって感じですね。それから通話設定、自動スタンバイ。アクティブ状態が90分間継続すると自動的にオフになりますということで、こちらは90分では結構長いですね。あんまりこういうイヤホンもないかなと思うんですけど、10分15分経つと自動オフするっていうのがありますけれども、接続してない状態が90分継続すると勝手にオフになるみたいですね。ファームウェアのアップデートとかもできますね。カラーが選べて、これによってアプリトップ画面に出てくる色が選べるってやつですよね。はい、こんな感じ。なので、アプリ自体でできることっていうのはそんなに多くないかなって感じですね。簡単に操作ができて、必要最低限のことができるみたいで、操作コマンドのカスタマイズとかそういうことはできないようですね。アプリはこんな感じでした。
はい、それではですね、イヤホンを装着してみたいと思います。イヤホンを装着してみると、やっぱり若干ですね、この頭の部分が他のイヤホンに比べるとちょっと大きいなっていう感じはしますけれども、そんな痛いって感じでは今のところないですね。ただどうですかね、女性とか耳が小さい方だとかなり大きいなって感じるかもしれないので、そこはちょっと注意かなって感じはしています。イヤーピース部分ですね。だからこのノズル部分は短いので、耳の奥にですね、ブスって刺さる感じはないです。この頭の部分が耳の中で密着してちょっと大きめになっているので、この部分がフィットされるっていう感じかなと思います。イヤホンを装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えますね。スティックはですね、割と下の方に向いてるイメージですかね。他のイヤホンだと結構スティックがこの横に斜めにこうやって向くのが多い感じなんですけども、耳にフィットさせると自動的に下向くっていうので、それはなんか変な感じがしないので、これはいいかなと思います。やっぱりこのですね、バンガードオルフセンのロゴとかこの辺のガラスの部分なんかがかなり高級感があって綺麗なんじゃないかなと思います。結構外でですねつけていてもこのキラキラした感じとか目立つんじゃないかなとは思いますね。こういうですね人とちょっと違うものをつけたいとかこの辺ですね主張させたいっていう方にはめちゃくちゃいいポイントなんじゃないかなと思います。で耳にですね結構このガラスの部分があって見にくいかもしれないですけども、私の耳こちら先ほどもご説明した通りちょっとちっちゃめなんですけども、ここですね余裕なくピタッとですね密着しているような感じになります。ですので私の耳より小さい方ですと結構ですね圧迫感あるのかなっていう感じはするので、あまり耳の小さい方にはやっぱり合わないかなって感じはしています。この上の部分は全然余裕があるんですが、この下の部分ですね、ここは結構成人男性の中でもちょっと小さいぐらいの耳の方でちょうどいいぐらいになってるなと感じています。前から見るとこんな感じですね。割と耳のですねこのスティック部分が完全に頬に沿ってる感じではなくて、ちょっと横にはずれてますけども、思ったよりはみ出てないかなって感じがします。厚みを測るとちょっと分厚いかなって感じはしたんですけども、変にですね顔の横に大きくはみ出てるって感じではないので、そこは良かったかなと思います。ここのですねガラスの部分ですね、タッチセンサーの部分が結構アクセントになっていて、やっぱりですね高級感あるかなと思いますね。はい、ということでアプリの部分とか装着感とかですね若干見てきましたけども、ここからですねもうちょっと使ってみてまたですねレビューですねしてみたいと思います。はい、ということでバング&オルフセンのビオプレイ EX ですね一通りですね使ってみました。もう一夜明けちゃってですね次の日になっちゃったんですけども、数時間使った結果をですねご紹介していきたいと思います。あと音質からなんですけども、さすがですねデンマークのですね高級なですねオーディオ機器を作っているメーカーっていうこともありますし、この価格帯のイヤホンですので音質はやっぱり素晴らしかったです。特に各楽器の音のですね分離感が素晴らしくて、このイヤホンですね 9.2mm のドライバー1つですねついているだけのはずなんですけども、複数ドライバー積んでいるようなイヤホンにもですね勝るような音の分離感があって、それとても気持ちが良かったですね。でもちろん各楽器の音が分離感がですねよくわかるっていうのももちろんそうですし、あとドラムなんかで結構ですねダダダダダってですね連続でドラム叩くような場面って結構あると思うんですけども、そういう時の一つ一つのですね一回一回の音の分離感なんかもすごくてすごく気持ちよかったですね。やっぱりそういうところってですね安いモデルなんかだとその辺がですね完全に繋がっちゃうってことはないんですけども、メリハリがなかったりとかするモデルも結構あったりするんですが、こちらはやっぱりその辺素晴らしくて、音の一音一音がはっきりと分かれてるっていうのが分かりました。それからですね音の重なりなんかも気持ちが良くて聴いていてですね楽しかったので、バンドとかですねオーケストラみたいな複数の楽器とか複数のボーカルがいるみたいなそういう音源を聞くのはとても気持ちがいいなと思いました。音のですね傾向なんですけども、どこかの音域の音を強調しているというよりかは、その聴いているですね音楽とか音源を忠実に再現しているという音になっていて、まさに原曲そのままの出したい音っていうのがしっかりとですね再現されているなっていう印象で、めちゃくちゃそれもですね気持ちが良かったです。ですのでどういう楽曲に合うかっていうよりかはどんな楽曲でもですねマルチに楽しめる音作りになってるなと思いまして、めちゃくちゃですね楽しかったですね。先ほどですねアプリのところでご紹介しましたけども、ビオプレイ EX のイコライザーはこんな感じでですね、この丸いボタンをこう移動させて、直感的に操作できる一方で、高音域だけ上げたい、低音域だけ上げたいというのはですね、他のイヤホンなんかに比べると逆にですね、分かりづらいみたいなところもあるんですけども、こちらはですね、かなりしっかりと作られていて、細かくですね、このボタン調節することができますので、結構この低音寄りにですね、ガッてするだけでめちゃくちゃ低音も強くなりますし、音がですね、変化するっていうのがとても分かりやすいのと、このボタンが1個のことによってですね、例えば低音を強くするんだけど、他の音もですね、しっかりと調
整してくれて、バランスの取れた、めちゃくちゃですね、変な音にならないというか、バランスがですね、悪くなっちゃって、おかしくなっちゃうみたいなことはないようなですね、音作りができますので、これはこれで結構ありなのかなと思いました。細かくですね、イコライザーの鍵バンドとかでいじると、そういうのをですね、めんどくさいって思う方もいらっしゃると思うんですけども、これ1個でですね、いろいろ音が変わるのがすごくわかりますので、いろいろ細かくいじるのがあんま得意じゃないとか分かりづらいけど、デフォルトの音だとちょっと物足りないという方にとっても、これでですね、簡単に音が変わるのが分かりますし、しっかりとですね、高音域から低音域まではこのボタン1個でうまい具合に調節してくれるということで、これもですね、良かったなと思いました。これもですね、ぜひですね、使ってみてもらって遊んでいただけると、またよりですね、違うこのイヤホンの一面が見れるなと思いますので、これもですね、ぜひ使っていただきたいなと思います。続きまして操作感についてご紹介していくんですけども、操作はこのガラスの面ですね、このキラキラ光っている面をタッチすることで操作することができるんですけども、この部分ですね、全面がタッチセンサーになっていますので押し間違いもないですし、この丸部分というのがしっかりとですね、ここにあるっていうのが分かりやすいので、操作ミスっていうのはほとんどなかったです。それから、タッチの感度もですね、ここ本物のガラスらしいので、ガラスのですね、タッチセンサーってあんまり見たことがないんですけども、それでもですね、しっかりとタッチ感度もいいですし、操作のレスポンスとかもですね、とても良かったので、これも良かったですね。操作もしっかりと音楽の再生一時停止、次の曲、前の曲、音量の上げ下げ、それからノイキャンや外音取り込みの切り替えも全てですね、イヤホンでできますので、そういう部分も良かったですね。ただちょっと操作の部分で気になったところは、左耳ですね、1回タップでノイキャンや外音取り込みの切り替えできるんですけども、その時に絶対にノイキャン、外音取り込み、で、その後にオフっていうですね、ノイキャンも外音取り込みもオフのモードが入ってしまうので、ノイキャンから外音取り込みに切り替える時は1回タップでいいけど、そこからもう1回ノイキャンに戻そうと思うと、オフを経由してノイキャンに戻るということで、そこはですね、ちょっとめんどくさいなと思いました。そのオフのモードを飛ばしてですね、ノイキャンと外音取り込みだけ一発でですね、切り替えられるとよかったんですけども、それはこのイヤホンではできないみたいです。あと、そのノイキャンや外音取り込みの切り替えの時に電子音がですね、鳴るんですけども、その電子音が鳴ってですね、どのモードに切り替わったかっていうのがちょっと分かりづらいなと思いました。他のイヤホンだとですね、ノイキャンに入れた時にノイズキャンセリングっていうですね、アナウンスが入ったりとか、外音取り込みに入れた時にアンビエントモードっていうアナウンスが入るモデルも結構あるんですけども、これは電子音になっていて、どのモードに入ったかで一応電子音は変わってはいるんですけども、そこはちょっと分かりづらかったなと思います。アナウンスになってくれると良かったんですけども、ちょっと分かりづらいなっていうのはありました。その他の操作感はしっかりとですね、できましたし、とても良かったですね。それからノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、こちらはですね、まだ外で使ってなくて家の中でちょっと使っただけなので、完全な評価とは言えないんですけども、ノイキャンはそこそこ効くのかなっていう感じはしました。ソニーの WF-1000X Mark IV とかに比べるとちょっと弱いかなって感じはするんですけども、しっかりとですね、ノイキャン効いてる感じは実感できるのかなって感じがしました。先ほどですね、このですね、頭部分ちょっと大きめだなっていう話をしたんですけども、ここがですね、大きいからか遮音性もですね、結構あったりして、かなり騒音という意味では軽減してくれるなと思いましたね。まだ電車とか乗ってないんで完全な評価ではありませんけども、ファーストインプレッションとしては強いなと思いました。で、外音取り込みなんですけども、外音取り込みはあんまり強くなかったなっていう印象ですね。音楽を聴きながら外音取り込みにして、PC のですね、スピーカーから音を流してですね、YouTube の音声とか流してみたりしたんですけども、あんまりそういうのも聞き取れなかったので、ちょっとですね、実際に会話をしようと思っても、これはうまく会話できないなっていう感じはしましたね。ちょっと環境音が取り込むとかですね、大きい音だったら多分わかると思うんですけども、会話はちょっとしづらいんじゃないかなという印象を受けましたね。はい、最後ですね、通話品質なんですけども、こちら Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはバング&オルフセンの VeoPlay EX とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。こちらはですね、通話品質、かなり自然な感じで良かったんじゃないかなと思います。このイヤホンスティック型で、この下のこちらの部分にですね、穴が開いていて、ここにマイクがついているので、口元にですね、近い位置で音が拾えて、それでですね、音がしっかり拾えているんだと思うんですけども、これだったら十分ですね、重要な会議とかビジネスでの通話なんかもできるんじゃないかなと思いました。通話品質は全然問題ないかなと思います。若干ですね、ちょっと音がざらついた部分もあったかなと思うんですけども、そこなり気にならないぐらい自然な感じの音が聞けましたので、とてもいいんじゃないかなと思いました。
はい。ということでですね、バング&オルフセンの高級完全ワイヤレスイヤホン、ベオプレイ EX。こちらをですね、ファーストインプレッションレビューということでやってきたんですけども、やっぱりなんといってもですね、この高級感はですね、素晴らしいですよね。色もですね、かなり綺麗ですし、このキラキラしたですね、このガラスの面と、この周りの銀色のアルミニウムのですね、素材なんかもかなり高級感があって、人と違うものを持ちたいっていう方にはもうですね、バチッとハマるんじゃないかなって思うぐらいかっこいいですね。イヤホンケースもかなりここですね、高級感があって、イヤホンケース閉める時もですね、パタッとですね、バチンとですね、音が鳴らないようになっていて、めちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思います。このですね、ファーストインプレッションレビューでちょっと触って気になった部分も少しだけご紹介しておくと、イヤホンの裏にこの黒いポッチがついていて、これ最初ですね、脱着センサーなのかなと思ってたんですけども、こちら脱着センサーじゃないみたいで、イヤホンをですね、耳から外しても音楽の自動の一時停止とかつけた時に自動再生みたいなのにならなくて、結局これは何なんだろうっていうのがちょっとよくわからなかったんですけども、脱着センサーはついていなかったみたいですね。あと、この頭の部分っていうのが結構大きくて、装着感のところですね、私の耳より小さい方だと結構きついんじゃないかなっていう話をですね、したんですけども、やっぱりですね、実際に使ってみて結構長い時間ですね、試してみたんですけども、右も左もですね、結構私の耳の場合はパスパスというか、窮屈な感じがしたので、やっぱりですね、耳が小さめの方にはちょっとですね、やめといた方がいいんじゃないかなと思いました。その他のクオリティとかですね、高級感や音質なんかは素晴らしかったんですけども、やっぱ耳に合わないとですね、どんだけいいものでも使いたくないと思いますので、そこだけはですね、注意してもらいたいなと思いましたね。公式サイトで買えばですね、30日間返品無料ということになっているので、一回試していただくっていうのも全然いいとは思うんですけども、やっぱりですね、一回購入しちゃうとなかなか返品とかですね、気が引けちゃうっていう方もいるでしょうから、可能だったら取り扱っている家電量販店さんとかに行ってみて、一回ですね、耳につけてみることを強くお勧めします。これに関しては、やっぱりですね、いいものだとは言っても、結構耳がですね、窮屈で、ちょっとしんどいなとか、耳から外したくなるっていう方もですね、結構いらっしゃると思うので、私の耳ですね、成人男性にしては若干小さめの耳でも、結構ギリギリかなっていう感じはしましたので、そこは注意していただけるといいなと思います。ただその他の点に関してはですね、やっぱりクオリティ高いですし、長くですね、使える品質をしているんじゃないかなと今の段階では思いましたので、ぜひですね、チェックしてみてください。また今回ですね、ファーストインプレッションレビューということで、ノーキャンとかですね、外音取り込むの性能を外出先でですね、使ったわけではないので、そういうところでもですね、しっかりと使い込んでみて、また1週間後とか2週間後に、その辺のですね、感想なんかもレビューとしてですね、まとめていきたいと思っていますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。はい。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけると嬉しいです。それから私はブログもやっていまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。